ネット上ではシミュレーション仮説という考え方が流行っています。今私たちが生きているこの世界は全てコンピューターによって生み出された仮想現実かもしれないという説です。オンラインゲームや VR 技術はここ数年で飛躍的に進歩しました。今後技術が進めばより没入感のある仮想現実を実現できるだろうし、映画マトリックスのようにそもそもすでに我々はその中にいるのかもしれない。つまりこの世界はリアルなものではない。この世界とは別にリアルな世界が存在する。少なくともその可能性は否定できない。そう考えるのがシミュレーション仮説です。言い換えると、今ゲームをしている私自身が実はゲームの中にいるのかもしれないということです。一種の思考実験ですが、イーロン・マスクがこの仮説への支持を表明したことで一躍有名になりました。この世界はリアルじゃないかもという発想は別に新しいものではなく、人類の歴史の中でずっと存在し続けてきました。この世は舞台、男も女も人は皆役者に過ぎない。これはシェイクスピアのお気に召すままのセリフですが、このセリフの元にあるのが世界劇場というコンセプトです。これは2000年以上前から存在する考え方で、シミュレーション仮説と同じくこの世界はリアルなものではないという前提を元にしています。ギリシャの哲学者プラトンもこの世界を壁に映る影絵のようなものだと言いました。つまりこの世はリアルな世界の投影に過ぎないということです。仏教も諸法無我、一切皆空、この世界を仮のものとして捉え、迷いの志願から悟りの悲願へと渡ることを目指しました。こうしたこの世は仮のものという発想は人類史の中で脈々と受け継がれています。それは私たちの潜在意識は知っているからです。リアルに感じられるこの世界が実は仮の世界であること、そして私たちは本来の世界であるあの世から生まれてきたこと、その事実を私たちの潜在意識は覚えています。だからこそこの世界を仮のものとする考え方に共鳴するんです。ある意味で人生はゲームのようなものです。私たちはあの世からこの世へ何度も生まれ変わってゼロからゲームをスタートします。人生というゲームの中で私たちはいろんな人と出会い、さまざまな経験をします。その一つ一つが魂を成長させるためのイベントです。私たちは生まれてくる前に人生の目的と使命を自分に合った形で決め、人生計画を立てます。例えばどこに生まれるのか、人種や性別、誰に親をお願いするのか、兄弟はだいたい20人から30人くらいあなたに大きな影響を与えるキーパーソンを選びます。気が合う人、リスペクトしている人、前の人生でも親しかったソウルメイト、逆に前の人生で確執がある人、性格が合わない人、嫌いな人ともあえて出会うようにしたりもします。これは魂を磨き成長させるための人生の問題集です。このようにいろいろ決めた上で私たちはこの世界に生まれてきました。偶然生まれたわけでもなく、頼んでもないのに親が勝手に産んだわけでもありません。私たちは自分の意思で人生という名のゲームに参加しているんです。このゲームのミッションは大きく言うと、経験を通して学び魂を成長させる、人々を幸福にする、世界をより良くするの2つで、最終的なトータルスコアは死んであの世に帰ってみないと分かりません。死んだ後、たくさんの人を幸福にして元いた世界より素晴らしい世界に帰る人もいれば、たくさんの人を傷つけて地獄という世界で魂を磨く人もいます。時々自分にこう問いかけてみてください。
人生の経験を通じて自分は何を学び、どう成長したか。自分のためではなく人のために何ができたか。それが人生という名のゲームであなたが順調に進んでいるのか、そうでないのかを教えてくれます。でもそもそもあの世なんてあるかどうかもわからないという人もいるでしょう。もしあるかどうかわからないというスタンスなら、あの世があるにかける方が得です。いつか死を迎えるとき、私たちはみんな驚きとともに知ることになります。あの世が確かに存在すること、そしてこの世が仮の世界で、あの世こそが本当の世界だということを。では皆さん、良き人生を。